はい、こんにちは、堀江です。本日も相場の話題を提供していきたいと思います。今回の動画では、あまり普段ですね、皆様がお目にかかったことがないような統計データを元にですね、S&P500 の買い場についてお話ししていこうかなというふうに思います。で、買い場といってもですね、例えば何月とかっていう、曖昧な感じではなくて、何月の第何営業日とかっていう形で、そこまで踏み込んだお話をしていこうかなというふうに思います。ぜひ最後までご視聴いただければ幸いです。どんな統計データかというとですね、こういう売買のバックテストをしたんですね。どんな売買かと言いますと、毎年1月の第1営業日目の終値で S&P500 を買って、それを1日後に売却する、2日後に売却する、3日後に売却する、4日後に売却するっていうことで、それを250日後に売却するっていうところまでのバックテストをやりました。例えばですけど、毎年1月の第1営業日目に買って、それを10営業日目で売却するっていうトレードを過去53年間ずっと続けるとかですね。あるいは1月の第1営業日目に買って、それを100営業日目に売却するっていうトレードを過去53年間続けたらどんな損益になるかっていうことを、検証したわけですね。こちらに今赤字にあるように、エグジットデータというのは1とか2とか3とかっていうふうにありますが、これが1月の第1営業日目に買って、それを何営業日目に売却したかっていうことを表しています。ですから、この数字が増えるほど保有期間が長くなっていくということなわけですね。で、最大で250営業日目まで保有して売却するということの検証を行ったわけです。それだから毎年同じ売買を繰り返すということですね。毎年同じ期間保有するという売買を繰り返した場合の損益を、グラフ化したものがこちらになります。これがネット損益ですね。こうになります。例えばですけど、過去53年間、毎年1月の第1営業日目の終値で買って、それを1日後の終値で売却するということをしたとき、その時の利益が33ドルになりますというような形です。元本をいくらで計算したかというと、100ドルです。毎年100ドルを単位の運用でやった場合の累計の利益が33ドルだというような形になっているわけですね。はい、こちら S&P500 の年足のチャートになっているわけですけども、年足のチャートを見ていただければ、ずっと右肩上がりの上昇トレンドだということがよくわかりますよね。したがってですね、保有期間が長くなればなるほど、基本的にネットプロフィットは増えていくっていうのは、このグラフからも、グラフが右肩上がりになっていることからもよくわかると思います。途中でですね、大きな下落がありますよね。こういう下落の方を回避して売買できたら一番効率がいいと思うんですよね。例えばですけど、この最安値の方で買ってこの最高値で売ると。またここの最安値で買って、ここら辺の最高値で売ると。で、次にまたこの最安値で買ってこの最高値で売るというような売買を繰り返していく方が、ずっと買って持っているっていうよりは効率よくですね、評価損を抱える期間を短くして売買していくことができるということになるわけですね。で、そのタイミングですね、この底で買ってピークで売るというそのタイミングがいつになるのかっていうお話の方をしていきたいと思います。まずですね、最初1月なんですけども、1月の第1営業日目からですね、保有し始めると、最初は利益の方上がっていくわけですね。ところが、1月の途中から、利益の方減ってますよね。つまり毎年1月の中旬ぐらいから相場が下落する傾向があるということを教えてくれてるわけです。これは。過去53年間そういう売買を繰り返した場合のネットプロフィットの推移を表しているわけですから。そうするとですね、1月の最初から買うというのは実はあんまり得策ではないということになるわけですね。ネットプロフィットの推移なんですけど、こちら一旦マイナス20ドルになってますけど、そこから上昇していって利益の方が増えていきますが、225ドルをピークにそこから減少していってマイナスのゾーンに突入していきますよね。これはつまり1月の第1営業日目に買ってそれを16営業日目に売却するとか17営業日目に売却するとか18営業日目に売却するっていうことをすると損をしてしまうということになっているわけです。つまり1月の第1営業日目に買ってからそれから18営業日目までっていうのは相場の動きが実は上昇下落というふうになっているということを表しているわけですね。ですから買うのであればここからこのポイントですね。このポイントから買うのが望ましいということなわけです。じゃあそれいつなのかっていうことなんですけども、1月の買い場というのは1月の19営業日目の終値で買うっていうのが一番いい結果につながるということなわけですね。じゃあ1月の19営業日目っていうのは2024年でいつかというと、それは1月の29日の月曜日になります。
新ニーサ始まりますが、1月に入ってすぐ買うということではなくて、1月の19営業日目、つまり1月29日の月曜日の終値で買えると、相場のこの底の方で買える可能性があるということです。あくまでも過去53年間の結果として、1月の19営業日目で買うと、そこから相場の方が上昇していく傾向があるという話をしているので、絶対上がるという話をしているわけではないので、その点ご注意ください。で、そこで買ったものですね、19営業目で買ったものは、こちらの方でピークをつけて、そこから下落していきます。したがって1月の19営業日目で買ったものを持ち続けてしまうと、このように評価損を抱えてしまうことになるわけですね。ですから、このピークの時に売却して利益を確定しておくことが望ましいという傾向があるわけです。じゃあこのピークの時っていつなのかっていうことなんですけど、それは1月の第1営業日目から数えて31営業日目にピークをつける傾向があるということが分かります。1月の第1営業日目から数え31営業日目にピークをつける傾向があるということが過去のデータから分かりまして、でそれって2024年でいつかというと2月15日木曜日になります。ですから2024年最初の売買というのは1月の29日の月曜日に買って2月15日の木曜日に売るっていうのが S&P500 で設けられる可能性のある売買期間ということになります。で、こちらの方で売却した後はしばらく相場のを見ていて、今度次の買い場はこちらの底になっている部分ですよね。これがいつなのかというと、1月の第1営業日目から数えて56営業日目にボトムをつけるっていう傾向が過去53年間の売買の中で見受けられたということです。じゃあそれいつなのかというと、2024年でいうと3月20日の水曜日になります。なので3月20日の水曜日に買うことによって、その後のこの上昇に乗っていきやすくなるという傾向があるわけですね。で、その後、ここでピークをつけるわけです。3月20日の水曜日で買ったものをこのピークの時に売却しておくとすると、それはいつなのかというと、それは1月の第1営業日目から数えて144営業日目でピークをつける傾向があって、それが2024年でいうと7月25日の木曜日になりますので、その日の終値で売却した方がいいかもしれません。もちろんその後見ていただくと横ばいが続いてますよね。ですから相場が行ったり来たりしているので、ここを持ち続けてみるっていうのももちろんダメではないんですが、ネットプロフィットのピークは144営業日目でつけているということですね。はい。で、最後に3番目の買い場の話に行くんですけども、ここでまた買っておいて、このピークで売却できるといいわけですが、じゃあこの3番目の買い場はいつなのかっていうと、それは1月の第1営業日目から数えて188営業日目がボトムになる傾向があります。2024年でいうと9月27日の金曜日ですね。その日に買うとボトムで買える可能性があるということですね。で、それをですね、持ち続けてあげて、ここのピーク時に売却できる可能性がある日付は、1月の第1営業日目から数えて239営業日目がピークになる傾向があるので、それは2024年でいうと、12月10日火曜日に売却しておいた方がいいということになります。はい、このようにですね、S&P500 というのは、1年間の間に買い場が1回、2回、3回というふうにあるわけですね。ですから、毎年それぞれのタイミングで買いを入れてあげると、スイングトレードとしてね、うまく利益を上げられる可能性があるということですね。もちろんあくまでも過去のデータですね、過去53年間のデータで毎年そういう売買を繰り返したらこういうふうな利益になってますよという話であって、過去のデータに過ぎませんし、利益を保証できるものではないので、その点はご注意ください。もう一度まとめとして申し上げておきますと、1番目の買い場ですね、1番目の買い場からピークの期間なんですけど、毎年19営業日目で買って、それを32営業日目で売るということになります。2番目の買い場からピークにかけてなんですけど、それは毎年第56営業日目で買って144営業日目で売るというのが2番目の買い場からピークまでの期間になります。3番目の買い場からピークなんですけど、毎年188営業日目で買ってそれを239営業日目で売るというのが3番目の買い場からピークまでの期間になるということですね。実際にその期間でチャート見ていただくと分かるんですけど、結構例えばこういう波動のこういう底の方で変えてる時もあれば、下がってる途中で変ってる時もあるし、ちょっと戻ってる時もで買ってる時もあります。なので、この3つの買い場の期間にテクニカルの知識を当てはめて、より精度高くですね、エントリーとかエグジットの方をしていくと、
より高い利益を得ることができる可能性があるということです。利食いに関しても同様で、こういく時の結構ピークら辺で利食ってる時もあれば、下がり始めた時に利食ってる時もあるし、まだ上がってる途中で利食ってる時もあるんですよね。ですから、ここら辺もだからテクニカルの知識を組み合わせることによって、よりですね、ピークに近いところで利食うとかっていう風な工夫をすることによって、より高いパフォーマンスを目指せる可能性があります。これは3つの会話が毎年 S&P500 にあるということを念頭に、スイングトレードの方をやっていくと、何もね、意識しない時よりも、高いパフォーマンスを上げられるかもしれないということです。いかがでしたでしょうか。では引き続きトレンドしっかり見極めて儲けていきましょう。